先週はいろいろなことがありました。携帯電話を修理したり、結婚式に出たりしました。これから先週あったことについて話します。ぜひ最後まで聞いてください。月曜日7月6日。携帯電話の修理と遊びに行った一日。朝早く公園に行って縄跳びをしました。周りにはお年寄りがたくさんいて、私が縄跳びをするのを見ていました。子供もたくさんいて、縄跳びについて聞いてきました。小学生の時から縄跳びが好きです。大人になってもまだ好きなのでよくしています。1時間ぐらいしたらたくさん汗をかきました。それから歩いて家に帰りました。歩きながら景色を見ました。今週は仕事がないので時間がたくさんあります。今朝は家族のために朝ごはんを作りました。魚を焼いてサラダも作りました。サラダにはトマトやキュウリ、卵、エビを入れました。暑い日はサラダを食べると体にいいと思います。朝ごはんの後、父はトイレを掃除して、弟は洗濯物を干しました。9時ごろ、みんなは学校や仕事に行きました。携帯電話が壊れていたので、修理に持って行きました。店員さんは1時間ぐらいでできますと言いました。店で待たないで新しいメガネを買いに行きました。最近、携帯電話やパソコンをたくさん使っているので、目が少し悪くなりました。前に予約していたので、目をチェックしてもらい、新しいメガネを作りました。店員さんはとても親切でした。チェックの後、メガネを2つ買いました。少し高かったですが、とても綺麗でした。その後、店に戻って携帯電話を受け取り、お金を払いました。昼ご飯は近くのレストランで食べました。その店のそばはとても有名です。そばのセットを注文しました。そば一杯と抹茶、それから天ぷらがついていました。夏になると日本人はよくそばを食べます。カロリーが低くて体にいいからです。その後、隣の店でアイスクリームを食べました。抹茶とチョコレートのアイスを買いました。暑い日にアイスを食べると本当に最高です。午後、車で家に帰って休みました。エアコンをつけて2時間ぐらい寝ました。午後は家事の時間です。部屋をきれいにして、クローゼットを整理して、机や椅子も拭きました。音楽を聴きながら掃除をしました。日本の音楽がとても好きで、毎日30分ぐらい聴きます。夜は料理をたくさん作りました。うなぎと牛肉のご飯、それからサラダを作りました。家族が帰るまでの間にお風呂に入って髪も洗いました。冷たい水でシャワーをしてとても気持ちが良かったです。
8時ごろ、家族がみんな帰ってきました。一緒にご飯を食べながら楽しく話しました。ご飯の後、両親は近くを散歩しました。弟は部屋で勉強しました。私は自分の部屋で漫画を読んだり、アニメを見たりしました。10時に日記を書いてから寝ました。火曜日7月7日。赤ちゃんのお見舞いとスーパーでの買い物。今日はとても暑い日でした。朝5時なのに部屋はもう明るくなっていました。外から犬の鳴き声や鳥の声が聞こえました。家の近くを少し散歩しました。犬の散歩をしている人がたくさんいました。少し話をしたり、犬と遊んだりしました。朝はよく外を歩いて景色を見たり、きれいな空気を吸ったりします。コンビニによって家族の朝ごはんを買いました。おにぎり、サラダ、ヨーグルト、チキン、緑茶、それからパンを買いました。日本人はよく緑茶を飲みます。お茶だけを飲んで水をあまり飲まない人もいます。私の家族も1日に2本ぐらい飲みます。家に帰った時、両親はちょうど起きたところでした。一緒に朝ごはんを食べながら楽しく話しました。9時ごろ、車で病院に行きました。友達は結婚して赤ちゃんを産みました。途中で店に寄って赤ちゃんへのプレゼントを買いました。病院は家から少し遠くて30分ぐらいかかりました。友達は双子を産みました。男の子と女の子です。2人ともとても可愛かったです。友達とたくさん話しました。赤ちゃんの写真もたくさん撮りました。昼ご飯は帰る途中でパンとファミチキを買って車の中で食べました。午後はスーパーに行きました。今日は魚とうなぎが50% オフだったのでたくさん買いました。硬い桃も買いました。家族は柔らかい桃より硬い桃が好きです。スイカは毎日食べているので今日は買いませんでした。お米が安かったので10キロ買いました。家に帰ってとても疲れていたので2時間ぐらい寝ました。起きてからお風呂に入って髪を洗って夕ご飯を作りました。今日の晩ご飯はうなぎご飯と野菜炒めでした。両親はレストランみたいに美味しいと言ってくれました。とても嬉しかったです。夕ご飯の後、歯を磨いて顔を洗って自分の部屋に戻りました。日記を書いて明日の予定を立てて10時に寝ました。水曜日7月8日。遊びに行った日。朝は曇りでしたが、雨は降りませんでした。今日は少し疲れていたので、あまり動きたくありませんでした。ベッドで横になって携帯電話を見ていました。7時ごろ、家族の朝ごはんを作り始めました。
朝ごはんは簡単で、パンと卵と牛乳でした。温かい牛乳を飲みたい人は、自分で電子レンジで温めました。今朝はみんな忙しかったので、朝ごはんを早く食べて、学校や仕事に行きました。私は家で皿を洗って床を掃除しました。その後、車で祖父母の家に行きました。祖母は元気ですが、祖父は少し足が痛いです。病院に行って薬をもらいました。一緒に和菓子を食べたり、話したり、サッカーを見たりしました。昼ごろ、東京に行きました。友達と約束がありました。一緒に池袋で遊びました。池袋はとても賑やかで美味しい店がたくさんありますが、少し危ないところもあります。中国料理のレストランに入って餃子を食べました。日本の餃子はニンニクが多いですが、中国の餃子はあまり入っていません。どちらも美味しいと思いました。その後、韓国料理の店でトッポギとビビンバを食べました。ビビンバは美味しかったですが、量が少なかったです。池袋には大きい公園があります。公園で座って話しました。話しながら東京の高いビルを見ました。家族や友達、仕事や恋愛についていろいろ話しました。友達と話すのはとても楽しくて気持ちがいいです。話しているとき、急に雨が強く降ってきました。急いでショッピングセンターに入りました。中でいろいろな店を見ましたが、あまり買いませんでした。外国の食べ物の店を見つけたときだけ少し買って食べてみました。午後、大学に行って弟を迎えに行きました。雨が降っていましたが、弟は傘を持っていませんでした。大学の前には車がたくさんあって止める場所を見つけるのが大変でした。5時ごろ授業が終わって一緒に家に帰りました。弟は今車の運転を勉強しています。免許を取ったら車を買ってあげたいです。日本は車を作っている国なので、車の値段はあまり高くないです。家に帰って弟に料理を教えました。将来、仕事もできて家のこともできる人になってほしいです。今日の晩ご飯は、かぼちゃとしいたけのご飯と牛肉の炒め物と野菜炒めでした。見た目もきれいで、匂いも良くて、とても美味しかったです。両親もきっと好きだと思います。晩ご飯の後、部屋で音楽を聴きました。外の雨を見ながら音楽を聴くのはとても気持ちが良かったです。木曜日7月9日。家で過ごした日。今日はとても強い雨が降って雷もありました。少し怖かったです。雷の音がとても大きかったので朝5時に起きました。洗濯物は部屋の中に干して
トイレを掃除して家族の朝ごはんを作りました。天気が涼しいと私たちは温かい食べ物をよく食べます。朝ごはんはご飯、焼き魚、卵焼き、味噌汁でした。簡単ですが、美味しくて体にいいです。その後、父を会社に送って、弟を学校に送りました。普段は、父と弟は電車で行きますが、雨が強い日や雪の日は車で送ります。家から父の会社まで車で30分ぐらいかかります。その後、コンビニに行きました。涼しい日は甘いものが食べたくなります。チョコレートやミルク味のお菓子をたくさん買いました。今日は昼ご飯を作りたくなかったので、お弁当も買いました。お弁当には野菜と鶏肉とご飯が入っていました。見た目は綺麗ですが、美味しいかどうかはまだわかりませんでした。家に帰って掃除を始めました。部屋に掃除機をかけて机や椅子を拭きました。それから皿や流しもきれいに洗いました。掃除が終わって家がきれいになるととても嬉しかったです。昼ご飯はお弁当を温めて桃を切って食べました。食べながらアニメを見ました。ご飯は美味しくて、桃はシャキシャキしていてとても良かったです。午後、雨が止んで友達が遊びに来ました。一緒にお菓子を食べながら楽しく話しました。夜は家族でレストランに行きました。有名な日本料理の店を予約していました。父は寿司、弟は刺身、母は牛丼、私はうなぎご飯を食べました。食べた後、アイスクリームと果物でデザートを食べました。店員さんはとても親切で優しかったです。本当に素晴らしい夕ご飯でした。金曜日7月10日。山に登った日。今日は天気が涼しかったので山に登ることにしました。日本には山がたくさんあります。東京や大阪、福岡のような大きい都市の近くにも山があります。でも有名な山は人が多いのであまり好きではありません。私はあまり知られていない人が少ない山によく登ります。家からその山までは車で30分かかります。朝、私は5時に起きました。そして家族のためにコンビニへ行きました。牛乳、おにぎり、そしてフライドチキンを買いました。朝にフライドチキンを食べるのは体にあまり良くないですが、たまに食べるなら大丈夫だと思います。それから山で昼ご飯を食べるためにお弁当と果物も買いました。朝ごはんを食べた後、車でその山へ行きました。山のふもとには神社や小さい村、桜の木の並び、たくさんの田んぼ、そして竹林があります。とても田舎らしくて、きれいな景色でした。
お年寄りの農家の人たちが座って玉ねぎを箱に入れていました。みんな楽しそうに話しながら作業をしていました。山に近づくほど天気はもっと涼しくなりました。今日は金曜日なので登っている人は4人しかいませんでした。私たちは挨拶をして一緒に山に登りました。この山は低いので登るのはあまり難しくありませんでした。少し危ない岩もありましたが、私は無事に登ることができました。山の頂上に着くと目の前に広がる景色はとても素晴らしかったです。この山からは富士山や周りの田んぼが見えます。私は岩の上に座って2時間くらい景色を楽しみました。昼ご飯は山の上でお弁当を食べました。食べた後、山を降りて車で家に帰りました。それからお風呂に入って少し昼寝をしました。午後は家の掃除をして明日の友達の結婚式の準備をしました。明日、友達は結婚します。結婚式はホテルで行われます。私は綺麗なワンピースと友達へのプレゼントを用意しました。夜は家族のために晩ご飯を作りました。今日はパスタと野菜炒めを作りました。家族みんなで楽しく食べました。10時ごろ私は寝ました。先週はいろいろなことがありました。携帯電話を修理したり、結婚式に出たりしました。これから先週あったことについて話します。ぜひ最後まで聞いてください。月曜日7月6日。携帯電話の修理と遊びに行った一日。朝早く公園に行って縄跳びをしました。周りにはお年寄りがたくさんいて、私が縄跳びをするのを見ていました。子供もたくさんいて、縄跳びについて聞いてきました。小学生の時から縄跳びが好きです。大人になってもまだ好きなのでよくしています。1時間ぐらいしたらたくさん汗をかきました。それから歩いて家に帰りました。歩きながら景色を見ました。今週は仕事がないので時間がたくさんあります。今朝は家族のために朝ごはんを作りました。魚を焼いてサラダも作りました。サラダにはトマトやキュウリ、卵、エビを入れました。暑い日はサラダを食べると体にいいと思います。朝ごはんの後、父はトイレを掃除して、弟は洗濯物を干しました。9時ごろ、みんなは学校や仕事に行きました。携帯電話が壊れていたので、修理に持って行きました。店員さんは1時間ぐらいでできますと言いました。店で待たないで新しいメガネを買いに行きました。最近、携帯電話やパソコンをたくさん使っているので目が
少し悪くなりました。前に予約していたので、目をチェックしてもらい、新しいメガネを作りました。店員さんはとても親切でした。チェックの後、メガネを2つ買いました。少し高かったですが、とても綺麗でした。その後、店に戻って携帯電話を受け取り、お金を払いました。昼ご飯は近くのレストランで食べました。その店のそばはとても有名です。そばのセットを注文しました。そば一杯と抹茶、それから天ぷらがついていました。夏になると日本人はよくそばを食べます。カロリーが低くて体にいいからです。その後、隣の店でアイスクリームを食べました。抹茶とチョコレートのアイスを買いました。暑い日にアイスを食べると本当に最高です。午後、車で家に帰って休みました。エアコンをつけて2時間ぐらい寝ました。午後は家事の時間です。部屋をきれいにして、クローゼットを整理して、机や椅子も拭きました。音楽を聴きながら掃除をしました。日本の音楽がとても好きで、毎日30分ぐらい聴きます。夜は料理をたくさん作りました。うなぎと牛肉のご飯、それからサラダを作りました。家族が帰るまでの間にお風呂に入って髪も洗いました。冷たい水でシャワーをしてとても気持ちが良かったです。8時ごろ、家族がみんな帰ってきました。一緒にご飯を食べながら楽しく話しました。ご飯の後、両親は近くを散歩しました。弟は部屋で勉強しました。私は自分の部屋で漫画を読んだり、アニメを見たりしました。10時に日記を書いてから寝ました。火曜日7月7日。赤ちゃんのお見舞いとスーパーでの買い物。今日はとても暑い日でした。朝5時なのに部屋はもう明るくなっていました。外から犬の鳴き声や鳥の声が聞こえました。家の近くを少し散歩しました。犬の散歩をしている人がたくさんいました。少し話をしたり、犬と遊んだりしました。朝はよく外を歩いて景色を見たり、きれいな空気を吸ったりします。コンビニによって家族の朝ごはんを買いました。おにぎり、サラダ、ヨーグルト、チキン、緑茶、それからパンを買いました。日本人はよく緑茶を飲みます。お茶だけを飲んで、水をあまり飲まない人もいます。私の家族も1日に2本ぐらい飲みます。家に帰った時、両親はちょうど起きたところでした。一緒に朝ごはんを食べながら楽しく話しました。9時ごろ、車で病院に行きました。友達は結婚して赤ちゃんを産みました。途中で店に寄って赤ちゃんへのプレゼントを買いました。病院は家から
少し遠くて30分ぐらいかかりました。友達は双子を産みました。男の子と女の子です。二人ともとても可愛かったです。友達とたくさん話しました。赤ちゃんの写真もたくさん撮りました。昼ご飯は帰る途中でパンとファミチキを買って車の中で食べました。午後はスーパーに行きました。今日は魚とうなぎが 50% オフだったのでたくさん買いました。硬い桃も買いました。家族は柔らかい桃より硬い桃が好きです。スイカは毎日食べているので今日は買いませんでした。お米が安かったので10キロ買いました。家に帰ってとても疲れていたので2時間ぐらい寝ました。起きてからお風呂に入って髪を洗って夕ご飯を作りました。今日の晩ご飯はうなぎご飯と野菜炒めでした。両親はレストランみたいに美味しいと言ってくれました。とても嬉しかったです。夕ご飯の後、歯を磨いて顔を洗って自分の部屋に戻りました。日記を書いて明日の予定を立てて10時に寝ました。水曜日7月8日。遊びに行った日。朝は曇りでしたが、雨は降りませんでした。今日は少し疲れていたので、あまり動きたくありませんでした。ベッドで横になって携帯電話を見ていました。7時ごろ、家族の朝ごはんを作り始めました。朝ごはんは簡単で、パンと卵と牛乳でした。温かい牛乳を飲みたい人は自分で電子レンジで温めました。今朝はみんな忙しかったので朝ごはんを早く食べて学校や仕事に行きました。私は家で皿を洗って床を掃除しました。その後、車で祖父母の家に行きました。祖母は元気ですが、祖父は少し足が痛いです。病院に行って薬をもらいました。一緒に和菓子を食べたり、話したり、サッカーを見たりしました。昼ごろ、東京に行きました。友達と約束がありました。一緒に池袋で遊びました。池袋はとても賑やかで美味しい店がたくさんありますが、少し危ないところもあります。中国料理のレストランに入って餃子を食べました。日本の餃子はニンニクが多いですが、中国の餃子はあまり入っていません。どちらも美味しいと思いました。その後、韓国料理の店でトッポギとビビンバを食べました。ビビンバは美味しかったですが、量が少なかったです。池袋には大きい公園があります。公園で座って話しました。話しながら東京の高いビルを見ました。家族や友達、仕事や恋愛についていろいろ話しました。友達と話すのはとても楽しくて気持ちがいいです。話しているとき、急に雨が強く降ってきました。
急いでショッピングセンターに入りました。中でいろいろな店を見ましたが、あまり買いませんでした。外国の食べ物の店を見つけた時だけ少し買って食べてみました。午後、大学に行って弟を迎えに行きました。雨が降っていましたが、弟は傘を持っていませんでした。大学の前には車がたくさんあって止める場所を見つけるのが大変でした。5時ごろ授業が終わって一緒に家に帰りました。弟は今車の運転を勉強しています。免許を取ったら車を買ってあげたいです。日本は車を作っている国なので、車の値段はあまり高くないです。家に帰って弟に料理を教えました。将来、仕事もできて家のこともできる人になってほしいです。今日の晩ご飯は、かぼちゃと椎茸のご飯と牛肉の炒め物と野菜炒めでした。見た目もきれいで、匂いも良くて、とても美味しかったです。両親もきっと好きだと思います。晩ご飯の後、部屋で音楽を聴きました。外の雨を見ながら音楽を聴くのはとても気持ちが良かったです。木曜日7月9日。家で過ごした日。今日はとても強い雨が降って雷もありました。少し怖かったです。雷の音がとても大きかったので朝5時に起きました。洗濯物は部屋の中に干してトイレを掃除して家族の朝ごはんを作りました。天気が涼しいと私たちは温かい食べ物をよく食べます。朝ごはんはご飯、焼き魚、卵焼き、味噌汁でした。簡単ですが美味しくて体にいいです。その後、父を会社に送って弟を学校に送りました。普段は父と弟は電車で行きますが、雨が強い日や雪の日は車で送ります。家から父の会社まで車で30分ぐらいかかります。その後、コンビニに行きました。涼しい日は甘いものが食べたくなります。チョコレートやミルク味のお菓子をたくさん買いました。今日は昼ご飯を作りたくなかったので、お弁当も買いました。お弁当には野菜と鶏肉とご飯が入っていました。見た目はきれいですが、美味しいかどうかはまだわかりませんでした。家に帰って掃除を始めました。部屋に掃除機をかけて机や椅子を拭きました。それから皿や流しもきれいに洗いました。掃除が終わって家がきれいになるととても嬉しかったです。昼ご飯はお弁当を温めて桃を切って食べました。食べながらアニメを見ました。ご飯は美味しくて、桃はシャキシャキしていてとても良かったです。午後、雨が止んで友達が遊びに来ました。一緒にお菓子を食べながら楽しく話しました。夜は
家族でレストランに行きました。有名な日本料理の店を予約していました。父は寿司、弟は刺身、母は牛丼、私はうなぎご飯を食べました。食べた後、アイスクリームと果物でデザートを食べました。店員さんはとても親切で優しかったです。本当に素晴らしい夕ご飯でした。金曜日7月10日。山に登った日。今日は天気が涼しかったので山に登ることにしました。日本には山がたくさんあります。東京や大阪、福岡のような大きい都市の近くにも山があります。でも有名な山は人が多いのであまり好きではありません。私はあまり知られていない人が少ない山によく登ります。家からその山までは車で30分かかります。朝、私は5時に起きました。そして家族のためにコンビニへ行きました。牛乳、おにぎり、そしてフライドチキンを買いました。朝にフライドチキンを食べるのは体にあまり良くないですが、たまに食べるなら大丈夫だと思います。それから山で昼ご飯を食べるためにお弁当と果物も買いました。朝ごはんを食べた後、車でその山へ行きました。山のふもとには神社や小さい村、桜の木の並び、たくさんの田んぼ、そして竹林があります。とても田舎らしくて、きれいな景色でした。お年寄りの農家の人たちが座って玉ねぎを箱に入れていました。みんな楽しそうに話しながら作業をしていました。山に近づくほど天気はもっと涼しくなりました。今日は金曜日なので登っている人は4人しかいませんでした。私たちは挨拶をして一緒に山に登りました。この山は低いので登るのはあまり難しくありませんでした。少し危ない岩もありましたが、私は無事に登ることができました。山の頂上に着くと、目の前に広がる景色はとても素晴らしかったです。この山からは富士山や周りの田んぼが見えます。私は岩の上に座って2時間くらい景色を楽しみました。昼ご飯は山の上でお弁当を食べました。食べた後、山を降りて車で家に帰りました。それからお風呂に入って少し昼寝をしました。午後は家の掃除をして明日の友達の結婚式の準備をしました。明日、友達は結婚します。結婚式はホテルで行われます。私は綺麗なワンピースと友達へのプレゼントを用意しました。夜は家族のために晩ご飯を作りました。今日はパスタと野菜炒めを作りました。家族みんなで楽しく食べました。10時ごろ私は寝ました。